不動産屋さんの怪談語り手ゆりです。今回は私も初めて聞くような不思議なお話です。それは私がオーストラリアのシドニーに滞在していた時に聞いた現地の方ならではのユニークな体験談です。その体験者を仮にエリースさんとしておきます。エリースは私と同い年ということもあって時々一緒に食事をしたりしていましたが、その時に彼女が唯一体験した不思議な話をしてくれました。それは今から10年ぐらい前のことで、彼女の職場に若いマレーシア人の男性が配属になり、すぐにエリースとも仲良くなったそうです。ちなみにエリースはクリスチャンで、プロテスタントの教会にもたまには顔を出していましたが、聖書を勉強するような熱心なキリスト教信者では全くなく、深い知識もありませんでした。ところで海外ではどの宗教に属するかということはすごく大事ですが、その同僚のマレーシア人男性はクリスチャンではなく、家族は何かしらの宗教に属していましたが、彼自身その信奉者というわけでもなかったようです。マレーシアという国は人口の6割以上がイスラム教徒のマレー人で、残りはインド系のヒンズーなどや華僑の仏教で、キリスト教はとても少数派でした。そのためその同僚のマレーシア人男性もキリスト教の知識はほとんどなく、馴染みがなかったのです。そういうわけでクリスチャンのエリースは彼女が知っている程度の基本的なキリスト教の教えなどを彼に押し付けるのではなく、知識として時々説明していました。すると同僚のその男性はだんだんキリスト教に興味を持ち出し、一度教会に行ってみたいと言い出しました。そこでエリースは彼を教会に連れて行ってあげることにしたそうです。ただ仕事の関係でどうしても夜にしか2人とも教会に行くことができず、夜にミサを行っている近くの教会を探しました。するとエリースの宗派のプロテスタントの教会ではなく、カソリック教会で夜のミサをやっているところがありました。でも同じキリスト教ですから、目的のキリスト教の紹介として同僚男性をそこに連れて行くことにしたそうです。もともとプロテスタントのエリースはそのカソリック教会には行ったことがなく、その夜が初めてでした。それは郊外の地元の人たちに親しまれている立派な教会だったそうです。エリースと同僚男性が教会の中に入ると、数十人の信者がミサに参加していました。厳かなカソリック教会らしい装飾が施された礼拝堂で、奥の中心にはカソリック教会らしくイエスの像が貼り付けにされた十字架が掲げてありました。エリースは同僚男性と左側の壁に一番近い椅子に座ったそうです。そして間もなく司祭の聖書の朗読などが始まったそうで、そこまでは特に変わった様子はどこにもありませんでした。すると教会の壁にはぐるりと絵画が飾ってあり、それらすべてはおそらくイエスが描かれているようでしたが、エリースはその時あまり注意を払わなかったそうです。しばらくして絵画はあまり興味のないエリースでしたが、なぜか自分が座っている椅子の横の壁にある絵が珍しく気になり、何気なく目を向けたそうです。そしてエリースが何が描かれてるんだろうと思って見た瞬間でした。突然エリースの体が弓矢のごとくビューンとその絵画の中に吸い込まれるように入っていったというのです。そしてはっと気がつくと、エリースは壁に飾られている絵画の中にいたそうです。そこは描かれた絵の場面で、イエスが生きていた頃の現実の世界そのものでした。エリースは自分に何が起きたのか、夢を見ているのか、絵の中にいる自分が信じられませんでした。するとエリースの立っている目の前に十字架を背負ったイエスの姿がありました。そしてイエスのそばにもう一人の男性の姿があったのです。イエスは幾度もローマ人の鞭を受け、重い十字架を担いでいました。
もう一人の男性はイエスを助けようとしているのか、そのシーンはまさに壁に掲げてあった絵画の中に描かれていたものでした。そして次の瞬間、エリースの体に体験したこともないほどの激痛が一挙に押し寄せてきたそうです。それはまるで目の前にいるイエスの体が感じている痛みそのもののようでした。その時エリースは自分は今イエスの肉体の苦痛を味わっているのだとすぐ分かったというのです。するとイエスが自分を助けようとしている男性に対し、サイモンと彼の名前を呼び、何か話しかけていたのが分かりました。エリースは、ああ、この男性の名前はサイモンというのか、そう思ったそうです。するとまた次の瞬間でした。突然エリースの体がすごい勢いで後方に引っ張られ、絵画から飛び出して教会の椅子に座っていた自分の体に吸い込まれるように戻ったということでした。エリース曰く、絵画に入ってから抜けるまでの時間はおそらく5秒もなかったと思うそうで、とても短い間に起きたことだったそうです。エリースははっと我に返り、周りを見渡すと、周りの人たちはエリースが絵画に瞬間移動したことは全く気がついていませんでした。誰もがそこに彼女がずっと座っていたと認識していたようでした。するとエリースは自分が泣いていることに気がつきました。目から涙がポロポロと頬を伝って流れていたのです。隣の同僚男性も周りに座っていた教会の信者さんたちもエリースがなぜ突然泣き出したのかが分からず戸惑っているようでした。エリースも自分の意思に反して流れる涙にすごく恥ずかしかったそうです。なんとか心を落ち着かせてその場を取り繕ったということでした。さて、ご生体配慮も終わり、ミサが終了すると、エリースは早速教会関係者に問題の絵について質問したそうです。すると、教会の壁に飾ってある絵画は12枚で、主にキリストと弟子を描いたもので、有名絵画の模写やレプリカではなく、絵師のオリジナルだということでした。そのエリースが入っていった絵に描かれたものは、イエスともう一人の男性、それはサイモンという名の人だったのです。それを知ってエリースは鳥肌が立ちました。これは聖書などではシモンと記述するようですが、英語圏の英語読みのサイモンのことでした。このサイモンと呼ばれる人はキリストに関する人の中では数人いるようでした。ちなみにイエスの十字架を途中で代わりに担いだ男性の名前もシモン、つまりサイモンというらしいのですが、絵画の中の人はおそらくイエスの12人の弟子の中のサイモンのことのようでした。エリースは絵の中の世界にいるときにイエスが間違いなくサイモンと呼んでいたのを聞いていました。そしてエリースは、あの日初めて見るあの絵に描かれていた男性がサイモンであることなど私が知るわけがなく、現実の世界に戻ってから絵のことを尋ねて初めてあの絵に描かれた男性がサイモンだと知りました。私の意識は時空を超えてあの時代のエルサレムに行ってきたのか、もしくはあの創作の絵のシーンを意味あって神様が私に体験させたのか、それは分かりませんが、人生で最も不思議な体験でしたと言っていました。ところで後にマレーシア男性はキリスト教に改宗したそうです。この話を聞いて私は宗教のことは全く分かりませんが、ひょっとして彼女は何かしらの役目がある人なので、そういった不思議体験をしたのかなと思いました。エリースはこの体験は信じてくれないと分かっているので、ほとんど誰にも話していないそうです。でも私が日本で怪談チャンネルをやっていることを知って、あえて語ってくれました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。